こんにちは、さいとうなおきです。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、美しいイラストですよね。海谷蘭さんの作品で、タイトルは奥羽の玄武。斉藤先生こんにちは。今回の作品は桜をモチーフに幻のように消えてしまいそうなイメージで男の子を描きました。今回添削していただきたい点は光の付け方についてとリアル感の出し方についてです。それと私は手や体を描こうとするとどうしても違和感が出てしまいます。体や手を思い通りに描けるようにするための練習方法や攻略法などを教えてくださると嬉しいです。お忙しいとは思いますが、ぜひ添削の方よろしくお願いします。とのことです。はい、ということで海谷蘭さん、添削のご応募ありがとうございます。桜をモチーフに幻のような儚い男の子を描いたということで、十分にねパッションが伝わってきました。素晴らしいです。特に幻のようにね消えてしまいそうな感じを表現するために、このね線に色トレを施して色にね線をなじませようとしている努力が見て伺えますね。はい、この辺りの工夫もいい感じだと思いました。さてそれで作者さんが気になっている点についてなんですが、なるほどですね、光について、つまりね光と影の表現についてと、それに加えてリアル感の出し方、そして手の描き方についてうまく描くためのコツが知りたいというわけですね。了解しました。それぞれ順番にお伝えしつつ、今おっしゃっていただいたことを絵に反映するとどんな感じになるのかお見せしていければと思います。この動画を見ていただければ、繊細でリアルな感じが描きたいんだけどなんかうまくいかないというお悩みを払拭して、ご自分の絵にもね活かしていただけるようになると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速いってみましょう。まずですね、最初に体、特に手を描くコツっていうことなんですが、手を描くコツっていうのはいろいろあるとは思うんですが、まず最初に言わなきゃいけないのは、とにもかくにもね手を描かなきゃうまくならないよってことです。この端っこにね手が見切れているので、もしかしたら描いたんだけどあまりうまくいかずにここでトリミングしちゃったっていうことなのかもしれませんが、描かずにねごまかしているんだとしたらそれはうまくはなりません。最初は下手でも描いたら描いた分だけうまくなるのが絵なので、まずは手を画面に入れていきましょう。はい、こんな感じ。1個目のコツですが、体の複雑な部分を線でいきなり描いていくと、人によってはね、難しい場合がありますよね。例えばね、指の太さの調整とか、あとは手全体のサイズ感とか、線で描いていくと結構ね、やりにくい場合があります。でも、色で描き始めれば、太かったっていう場合には、例えばこんな感じでね、こう削ることもできますし、逆にね、細すぎたっていう場合には、色を少しこう足せばね、調整ができちゃうわけです。こっちの方が線で描いていくよりも、色を塗った時のボリューム感が一目瞭然でわかるので、調整がしやすいっていう意味で描きやすい場合がありますね。さあ全体の形が決まったら、色の上から線画を描いていきましょう。はい、簡単にですけど手が描けました。こういう手の角度はね、自分の手を見て描くとかなりこう無理な角度で手を見て描くことになるので、いつも通り写真を撮るか、あとはねさっき僕がやったみたいに手のハンドモデルを見ながら描くとうまく描けると思います。みんなですね、手を見ずに描いて手がうまく描けないんです。手嘆いているんですが、見て描きゃいいじゃんっていつも思うんですよね。見て描いたらめちゃめちゃうまく描けると思います。たまにね、資料を見て描いちゃダメだって思い込んでる人がいるんですが、これはですね大間違いです。ちゃんと見て描いてくださいね。それが何よりも手をうまく描くためのコツです。それともう一つ、これは細かいんですが、手のワンポイント tips をお伝えすると、ですね、ここですね、ここの厚みを描くと手ってそれっぽくなります。逆にね、ここ描き忘れるとなんか尺が足りないな、長さが足りないなって嘘くさい感じになるので、ここの厚みを描くことを忘れないでください。はい、このシワを描くとね、かなりそれっぽくなると思います。で、光源は一旦置いておいて、リアルさみたいな部分に少し触れていくんですが、僕がこの絵を見た時にちょっと思ったのがですね、平面的な絵柄だなとは思ったんですね。つまり奥行きを感じないので、あんまりリアルさは感じないなと思ったってことです。いや、もちろんね、必ずしもリアルな方がいいというわけではないので、今の絵柄でも全然いいんですが、もしね、作者さんがリアルさ、つまり奥行き表現についても取り入れたい場合にはですね、こうしてみるのもありなんじゃないかなと思いました。一旦やってみます。はい。
いきなり何すんのって驚いたかもしれませんが、要するに奥行きの表現ですね。作者さんの絵は2つの要素が奥行きを直す原因になっていて、それがあるおかげで絵が平面的になっていると思います。一つはですね、線が全体的に目立つこと、この辺のね髪の毛の線とかかなりぶっといですよね。こういう線の表現がちょっと奥行きを邪魔しているなと思いました。あともう一つが今手を入れた色の部分です。色がですねこう手前と奥とで同じ色なので絵にねあんまり奥行きを感じません。ちょっとこれはですねやりすぎかもしれませんが、時にはこのぐらい奥に行った腕を背景に溶け込ませるように淡い色に落としてあげると、前後の奥行き感が表現できてガッとねこう空間を感じられる絵になると思います。ただですね、そうは言っても今1箇所だけやったので全然リアルな感じには今見えてないと思います。はい、少しずつ馴染ませていきますよ。まずはそうですね、胸元のフリルからいきましょうか。フリルもね全体的に白っぽい感じがあったので、少し影を落としながら光が当たって白くなっている部分をところどころ作ってフリルにも立体感を持たせてあげました。さらに肩周りを調整していきましょうか。こんな感じ。はい、こんな感じですね。これも作者さんの描き方の好みにもよりますが、もし好みに合えば少し厚塗りっぽい塗り方をしても面白いかもしれません。今作者さんはどちらかというとこういうね不透明に近いブラシで一気に塗っているように見えます。でもそうじゃなくて透明度50ぐらいのこういうブラシを使って下の色を透かしながら徐々にね色を塗り重ねていくような描き方をしてみると結構ねリアルに仕上がると思います。なぜかというと作者さんも気にされていた光について、もうちょっとここは影になるから少しこう暗く落としていこうだったり、逆にここは質感を出したいからこんな風に少し明るくしていこうみたいな、そういう処理を塗り重ねによってなじませながら描いていけるので唐突になりにくいですし、ちょっとした繊細な色の違いもコントロールしやすいからです。例えばここちょっとだけ暗くなってますが、こういう調子がないとですね結構唐突ですよね、こういう影って。でもここにもうちょっと面が欲しいな、少し暗くなっている調子が欲しいなと思ったら、この黒い部分をスポイトしてで不透明度を下げてね、でこんな風にこう塗ってあげるとこの中間調が足されるわけですね。さっきやったようにここも少し明るくしたい、上を向いている目を描きたいと思ったら少し明るい色を選択してこうスーッとねここに明るい色をのせればいいわけです。こんな風にね不透明度低めで塗り重ねていくと馴染むような感じで立体感とか質感を加えることができます。光源とかあとは光を意識するような絵にしたい場合には塗り方を厚塗りチックに塗り重ねるスタイルに変えてみるとうまくいくかもしれません。さあ髪の毛のリアルさについても奥行きを感じられるように調整してみましょうか。はい、ちょっとね線が強すぎたので一旦ピンクでバーッと塗ってみました。でもしかしたらね一旦線を潰してしまったので、あれなんかディティールがなくなって寂しくなっちゃったなって思う人もいるかもしれませんが、ここでポイントです。押します。はい、さっき服の時も言いましたが、手前と奥の色で違えてあげると奥行きが一気に増します。髪の毛についてもそれは同じで、奥に行くに従ってグレーにするとか、あとはグレーだとちょっと味気ないなっていう場合には少し青を入れたりするようなこんな感じの色に奥側の髪の毛にグラデーションを入れてあげると絵の奥行きが生まれてリアル感をアップすることができるようになると思います。リアルではねこんな風に奥側が青には見えないので、あくまでねこう疑似的に奥行きを出したいっていう時にするためのテクニック処理なので、これはね覚えておいてください。でさっきも紹介したようにうっすら塗り重ねていくようなテクニックを使って前髪にも立体感を生み出していきましょうか。やってみます。
はい、こんな感じ。てっぺんに行くに従って光源が近く明るくなっているように調整しました。作者さんは光源自体については十分意識しているとは思うんですが、光源からちょっと離れた部分の色が同じ色なので、結果的に光をあんまり感じない色になっているんだと思います。光を感じさせたいなら、光源に一番近い色とは別に光源から少し離れた部分の色、この部分の色ですね、この中間調を意識してあげるといい感じに光を感じられる絵にできると思います。はい、中間調がねこのように落ち着いた色になったことで、このてっぺんの明るい部分、ここの光を感じられるようになったでしょ。さあ右側の髪色についても調整していきます。はい、こんな感じです。はい、髪の毛のね、右側も、青寄りのグレーにしてあげてもいいんですが、全部一緒にしちゃうと、それはそれで立体感がなくなりそうなので、こっちはね、少しピンクがかった紫に留めておきました。はい、いろんな色があって楽しいですよね。それと、光を感じさせるためには、影を描くと効果的なんですが、例えばこんな風にしても、無理やり影を追加することができて良いです。はい、体の一部に何か乗っけるですね。この絵の場合は桜がテーマということなので、桜の花びらをポンと肩に乗っけてあげました。で、ポイントはここです。はい、影を追加する。これですね。この影を描くと、なんか一気にリアル感が増したような感じになります。なんて言うんでしょう。物質が確かにここにある。触れる。なんかそういう感じを追加できるとでも言いましょうか。何かを体に設置させて、その影を描くっていうのは、リアルさを追加するためには非常に効果的なので覚えておいてください。あとは設置とも違いますが、こんなのもありですね。はい、髪の毛の付近にも桜の枝を描き加えて、その下に影を落としてみました。添削なのでね、そこまで詳細に書き込んだわけではないんですが、これがあるだけでなんかディティールがアップして絵の見どころが増えた感じがしませんでしょうか。はい、そして髪の毛もそうでしたが、この肌色もね、中間調が飛んでしまっています。それもあって光源を感じられないっていうのがありそうですね。肌色も整えてみましょうか。はい、こんな感じで中間調を追加してみました。奥側の肌色はね、少し影で暗くなりつつも、手前の部分もちょっとほっぺたの角度が変わっているところは少し暗くして面が変わっていることを表現しました。これだけでもリアルさがぐっとアップすると思います。あとは唇も描き込みましょうか。はい、絵柄としてはどちらかというと単美な印象が強い絵柄だと思うので、こういった唇の描写などもアップしてあげるとさらに印象が強まると思います。あとはですね、ここもポイントですかね。ちょっと今日はポイント多いです。女性に多いんですが、特にですね、こういう目が印象的な絵柄の場合は特にこれは意識してほしいです。目の造形、特にこう化粧っ気とか、あとは涙袋のような繊細な起伏を捉えるのがこういう絵柄の人はね、とてもうまいんですが、それを全部絵に落とし込もうとするのは熱意があってね、すごくいい傾向にあると思うんです。それは素晴らしい、とても素晴らしいんですが、それをですね全部強調しすぎようとすると、特にねこうやって全部線で描こうとするとちょっとねくどくなりすぎるんですよね。はい、この場合もですね、これを全部線で描こうとしているので、ちょっとくどくなりすぎているなと僕は感じます。いやあえてそうしてるんだったら全然いいんですよ。ですが、もう少しですね、色をうまく使うと、この感じを残したまま、うまく絵になじませることができると僕は思います。例えばこんな感じ。
はい、下まつげだけなじませてみました。僕はですね、下まつげのバシバシ感全然削ったりはしていません。あえてそのまま残しました。ですが、なんか絵に馴染んだ感じしませんか？ポイントは線だけじゃなくて色をうまく使ったことです。添削前はこのまつげの書き込みの線だけが浮き上がっている状態でした。ほら、線がね目立ちますよね。で、添削後はまつげと目の間を少し濃い色に変更しつつ、ここポイント、めちゃめちゃ細かいですが、このね、目頭に向かって薄くなじませるようにしたんです。これによって結果的にですね、この濃い部分の目の中央の部分のまつげが強調されるので、目全体がですね立体的に見えます。こういった細やかな気配りをするだけで浮いていた線を絵になじませることができますので、もしねもう少し線をなじませたいという場合には取り入れてみてください。はい、同じように眉毛と上まつげの部分も調整してみます。はい、こんな感じ。それと黒目の部分も若干書き込んでみましょうか。はい、こんな感じです。どうでしょう？添削前は線が少し浮き気味だったんですが、添削後は目がね絵に馴染んだような感じがしませんでしょうか？絵柄的にね一概にこっちの方が絶対にいいとは言えませんが、作者さんがリアルさを望んでいましたので、こういうのもありなんじゃないかと思いやってみました。さあ、左目にも反映していきますね。はい、こんな感じです。背景もね少し処理していきましょうか。はい、背景の花も同じく線が強調されていたんですが、線を描いちゃうとねキャラクターと一緒くたになってしまうので、背景の花については線をなくしてあげてもいいかもしれません。はい、こんな感じで今回の添削は以上となります。並べて見比べてみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか？前の状態もねかなり迫力があって僕は好きですが、リアルな方向と考えるとリアルさはアップしたのがお分かりいただけると思います。今回は平面的な印象を払拭して光を感じるようなリアルな奥行きを感じる絵にするにはどうすればいいのかというお話をしつつ添削を進めてきました。やはりね線に頼りすぎるとどうしてもリアルさはなくなっていって奥行きがあまりない平面的な絵になりがちです。それがいいか悪いかは別として、もしねリアルな感じが欲しいということであれば今回紹介したような厚塗りチックな塗り方を試してみるのもいいのではないでしょうか。もしね厚塗りっぽい絵の描き方が知りたい、もっと見たいという方はこちらの動画、刃牙の作者にお願いされて東海オンエアの絵を全力で塗ってみた結果もおすすめです。厚塗りの描き方でがっつりと東海オンエアのメンバーの顔を塗り込んでいく動画です。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。いきますよ、準備はいいですか？気まぐれ気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。